こんにちは。包丁職人のパーカーです。試し切り用の食材を買いにスーパーに行ったら、ナマコが丸のまま売っていたので買っちゃいました。ナマコってすんごい切りにくいですよね。この鋼材でナマコを切ったらどれくらい切れるか、切り付け和牛刀 200mm を作りたいと思います。包丁に鋼材の形を写し取りました。大まかに切り取ったので、外周をベルトサンダーで整えます。この鋼材はすごい削りやすいです。削りやすいと形も崩れやすいので、線が近くなったら慎重に削っていきます。外周が整いました。焼き入れ前に吊るす用の穴を開けます。これから熱処理に出します。熱処理から帰ってきました。熱処理は専門の業者に依頼しています。HRC は60でした。60番のベルトで厚みを減らして側面を調整します。側面の形はいつも通り背側から緩やかに丸みのあるコンベックスグラインドにします。日本ではハマグリ刃と言われる形状です。この鋼材は熱処理後でも削りやすいです。荒研ぎが終わりました。次は120番で荒研ぎの傷を消します。片刃の和包丁よりちゃんと両刃を作る方が難しいです。ただ両面を削ったら両刃じゃなくて、切り込みや切り抜けを考えた機能する側面の刃を作るのが両刃を作る時の難しいところです。240番で120番の傷を消します。いなくなっている時は包丁を冷やしています。高度が下がらないようにこまめに冷やしています。400番で240番の傷を消します。ここから磨きの作業になります。今回の和牛刀も薄く作っていますが、この鋼材は全然曲がってきませんでした。600番で400番の傷を消します。この後ちょろっと寄り道して一旦鏡面じゃない仕上げにします。600番が終わったのでラインを整えた仕上げにします。
横にラインを入れるとこんな感じです。斜めにラインを入れるとこんな感じです。この後は同じ工程が続くので、この辺でジャンプ。下地の時が終わりました。側面はこんな感じです。峰と顎を磨いていきます。包丁の背側の部分が峰です。峰は長時間指を乗せた時に痛くないように、慎重に角を丸めながら形が崩れないように磨いていきます。顎も指をかけた時に痛くないように、細く切ったベルトで角を取りながら形が崩れないように磨いていきます。ここから手で磨いていきます。アーベルは傷が消しやすいので、耐水ペーパーの2000番だけ使って磨いていきます。当て木に巻いて磨いていきます。ピンク色の液体は研磨補助剤です。バフで鏡面にしていきます。数種類の研磨剤を使って鏡面にしています。当てない部分は余計な傷が入らないようにマスキングテープで保護しています。絵を作っていきます。上部に黒い樹脂、主体となる部分に紫と赤い樹脂のスタビライズドウッドを使います。たまには普段使わないような色を使ってみます。最初に黒い樹脂の平面をスライス板でざっくり出します。黒い樹脂に穴を開けます。
タビライズドウッドをカットします。木を多めに残して樹脂の赤はアクセントに使いたいと思います。少しずつ切り取って使いたい部分を残していきます。フライス板でスタビライズドウッドの形を整えます。樹脂の部分はサクサク進みますが、木の部分に当たると進みが少し遅くなります。スタビライズドウッドに穴を開けます。
材料が揃ったので接着中です。固まったので四角に成形します。スタビライズドウッドは削った時のくずがすごく粉っぽいです。四角になったので八角に形を整えます。八角になりました。220番で60番の傷を消します。400番で磨いていきます。あとは同じ作業なのでバフ終わりまでジャンプ。バフが終わりました。すごいカラーリングですね。刃付けをしていきます。2000番の砥石から研ぎます。虹色に見えるのは合成塗料です。砥石は面直し済みです。アーベルはステンレス鋼とは思えないほど研ぎやすいです。5000番の砥石で刃を細かくしていきます。8000番の砥石で研いでいきます。まずは面直しをしていきます。メロンパンみたいな模様を描いて、すべて消えたら平らになった証拠です。最後に12000番の砥石で仕上げます。刃付けが終わりました。完成しました。刃全体を鏡面に仕上げました。動画で作った包丁は後でメンテナンスをする場合があるので、動画では絵付けはしません。
絵付けをすると隙間はなくなります。峰と顎も鏡面仕上げです。絵はスタビライズドウッドを主体に作りました。もう少し樹脂の部分を残しても良かったですね。上部に黒い樹脂を使いました。試し切りをしていきます。さばいたらちょっとお見せできない感じになってしまったのでモザイクを入れました。
ナマコはめちゃめちゃ切りにくいけど、この鋼材は切れ味が良かったので普通に切れます。アーベルは片刃でも両刃でも研ぎやすいので使いやすいと思います。ちょっと前に切り付け柳を作った動画もあるので、よかったらそっちも見てくれると嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いします。インスタグラムとツイッターでオークションに出品予定なども投稿しているので、よかったらフォローしてみてください。